アリババと40人の盗賊。昔、ペルシャの国に2人の兄弟がいました。兄のカシムはお金持ちでしたが、弟のアリババは貧しい木こりでした。ある日のこと、アリババがロバを連れて森で焚き木を集めていると、遠くからたくさんの馬の足音が響いてきました。アリババが木の上に隠れて見ていると、40人の盗賊たちが馬に乗ってやってきました。そして大きな岩の前でピタリと止まりました。盗賊の頭が岩の前で叫びました。開けごま。するとどうでしょう。岩がガタガタと揺れ始め、ぽっかりと穴が開きました。40人の盗賊たちは奪ってきた宝物を担いで中に入っていきました。荷物を置くと盗賊たちはすぐに出てきました。閉じろごまと頭が叫ぶと、岩は元通りにピタリと閉まりました。それから盗賊たちはまた馬に乗ってどこかへ消えていきました。木から降りたアリババは頭の真似をしたくなりました。開けごま。ガタガタと岩が揺れ始め、ぽっかり大きな穴が開きました。アリババが中に入ってみると、そこには山のように積まれた金貨や宝物がキラキラと眩しく光っていました。アリババは金貨の袋を一つだけいただいて帰りました。アリババが急にお金持ちになったので、兄のカシムが不思議に思って聞きました。お前、この頃金回りが良くなったようだが、何か俺に隠しているな。教えろ。アリババはカシムがしつこく聞くので仕方なく、森での出来事を話してしまいました。次の朝早く、カシムはロバを10頭連れて森にやってきました。開けごま。アリババの言った通り、岩がガタガタと揺れ、ぽっかりと穴が開きました。カシムは大喜びで洞穴に飛び込みました。あれもこれもカシムの欲しいものばかりです。カシムは夢中で宝物を袋に詰め込みました。今日はこれくらいにして帰るとしよう。カシムが入り口まで来ると、いつの間にか扉は閉まっていました。扉を開けるおまじないは何だっけ。カシムは宝物に夢中になり、すっかりおまじないを忘れてしまったのです。開け麦。開け豆。開けピーナッツ。いろいろ言ってみましたが、全然扉は開きません。なんだっけ。そうしているうちに盗賊たちが帰ってきました。頭はカシムを見つけると、お前だな、この間金貨を盗んだやつは。生かしちゃおけねえ。と言ってカシムを殺してしまいました。そして体をバラバラにしました。次の朝になってもカシムが帰ってこないので、アリババが行ってみると、カシムはバラバラにされて死んでいました。アリババは泣きながらカシムの死体をロバに乗せて帰りました。アリババの家には召使いのマルジャーナがいました。マルジャーナ、大変なことになった。どうしたらいいだろう。
マルジャーナは大変賢い人でした。旦那様、私にお任せください。マルジャーナは遠くの町の靴屋にたくさんのお金を渡すと、目隠しをして家に連れてきました。そしてバラバラになったカシムの体を縫い合わせてもらいました。こうしてカシムのお葬式を無事に済ますことができました。ホラー穴からカシムの死体が消えてしまったので、盗賊たちは大騒ぎです。仲間がいるに違いない。町へ行ってそいつの家を突き止めてこい。そこで家来の一人が町に行って怪しい靴屋を見つけました。そして靴屋にたくさんの金貨を渡し、アリババの家に案内させました。この家でございます。この家だな、じいさん。盗賊はアリババの家の扉に×印をチョークでつけました。これでよし、早く頭に知らせよう。と大喜びで盗賊は帰っていきました。マルジャーナがすぐに×印を見つけました。そして急いで町中の扉にも同じ×印をつけて回りました。これではどの×印が盗賊が書いた×印か分かりません。盗賊の頭はこれを見て、この役立たずめと言って家来を切り捨てました。頭はバカな家来は当てにならないと思い、自分でアリババの家を探すことにしました。ある晩のこと、旅の油売りでございます。どうか一晩だけ泊めてくだされ。どうぞどうぞ。訪れた油売りをアリババは快く家に入れ、夕飯をごちそうしました。マルジャーナはこの油売りはなんだか怪しいと思い、庭に置いた亀を見に行きました。すると亀の中から「お頭まだですかい？お頭まだですかい？」と盗賊たちの声が聞こえます。賢いマルジャーナは「まだだまだだ」と太い頭の声を真似て言いました。よく調べてみると、油が入っていたのは一つだけで、後の亀には盗賊たちが隠れていました。マルジャーナは急いで台所に行くと、亀に入っていた油をぐらぐらと煮立てました。そして煮立った油を亀に注いで回りました。盗賊たちはみんな焼け死んでしまいました。何も知らない盗賊の頭はいい気持ちで酒を飲んでいました。マルジャーナは着飾って剣を持って踊ります。おお、なんと素晴らしい剣の舞だ。頭は大喜びです。マルジャーナはくるくると舞いながらどんどん頭に近づいていきました。そして「えいっ」と持っていた剣で一気に頭の胸を刺しました。何をするマルジャーナ。アリババはびっくりして言いました。マルジャーナは倒れた頭の白いつけひげをむしり取りながら言いました。よくご覧ください、旦那様。この人は油売りではありません。盗賊の頭です。アリババは言いました。マルジャーナ、お前はなんと賢い人なんだ。どうか私と結婚してください。それからアリババとマルジャーナはホラー穴の宝物を町中のみんなに分けてあげました。そしていつまでも幸せに暮らしたということです。おしまい。